今回は自宅で簡単に作れる常備菜、自家製たくあんを作っていきたいと思います。伝統的な製法で作られたたくあんは、大根が柔らかくなって曲げられるほど干した後に、ぬかや塩で1ヶ月程度漬け込んで作られますが、自宅で作るのはなんだか大変そうですよね。しかし今回ご紹介するのは、自宅にある材料と保存袋で簡単に作れるお手軽たくあんです。シンプルな材料で仕上げる優しい味のたくあんですので、ぜひ最後までお楽しみください。大根は1キロ使います。ちょうど1キロあったので、今回は丸ごと使っていきます。皮は剥かずに作るのでよく洗いましょう。今回は大根の葉も一緒につけます。こんな感じで大量に葉がある場合は、たくあんの味に影響してしまうので量を減らす必要がありますが、このくらいの量なら美味しくできます。砂が残っている可能性もあるのでよく確認しましょう。ジッパー付き保存袋で漬けるので、入る大きさにカットします。2等分にしてから縦半分に切ります。袋に入れて下漬けしていきます。塩の量は大根の 3% から 4% くらい。塩分が高い方が日持ちはしますが、塩分を控えたい方はお好みで調整してください。今回は 3% で作るので 30g 入れます。大根の表面にまんべんなく塩を塗ります。袋に塩をすべて入れて上から揉み込む方法でも構いませんが、袋が破れる恐れがあるため、手で軽く塩をすり込むようにしていきます。葉っぱにも塩を塗ります。大根を並べて平らにしたら葉っぱも入れましょう。袋の中の空気を抜いたら口を閉じます。時間が経つと大根から水分が出てくるので、念のため袋から漏れないように二重にしておきます。この袋も口をしっかり閉じたら、大根と同じ重さの1キロほどの重しを乗せます。最初は大根がまだ硬く、重しが均等に乗りにくいですが、水分が抜けてしんなりしてくると自然に重しが安定するので心配いりません。この状態で3日ほど寝かせます。真冬のように室温が低い時期なら常温でも大丈夫ですが、今はまだ暖かい日もあるので、念のため冷蔵庫で保存しておきます。まんべんなくつけるために途中で上下を返しましょう。こんな感じで最低でも1日1回裏返すようにしてください。今日は漬け込む日なので最初に漬け込み液を用意します。今回のたくあんは砂糖なしで作るのでみりんを使用します。小鍋にみりんを入れて火にかけます。中火にかけて沸騰させ、沸いたら3分ほどそのまま煮てアルコールをしっかり飛ばします。甜菜糖や蜂蜜などお好みの甘味料で代用することもできます。別の甘味料で代用する場合は、アルコールを飛ばす手順は省略して次の工程に進んでください。中火で3分くらい煮るとみりんが濃縮されます。お酢を 50ml、
穀物酢よりも酸味がまろやかな米酢がおすすめです。3分沸騰させたみりんにお酢を入れたら軽く混ぜ合わせます。そのまま冷ましておきましょう。3日経った大根を見てみます。大根から水分がたっぷり出ています。一度大根を取り出します。大根から出た水分は塩分が強いですが、栄養や旨味も含まれているので、水で薄めればスープなどに活用できます。後ほど活用レシピをご紹介します。大根が手で曲がるほど柔らかくなりました。一度浸かり具合を確認します。少し塩気を感じる程度に仕上がっていればちょうど良いです。この後みりんで甘みを足すので塩気が柔らかくなります。塩分が強すぎると感じた場合は、水を張ったボウルに20分から30分ほどつけて塩を抜いてください。今回はちょうど良かったので、そのまま続けます。大根についた塩分を軽く洗い流します。キッチンペーパーで大根の水分を拭き取りながら、塩漬けで使った袋に大根を戻していきましょう。袋は洗わなくて大丈夫です。先ほど混ぜたみりんとお酢が冷めたら袋に入れます。種を抜いた鷹の爪を入れます。辛いのが得意な方は種を抜かずに入れてください。10センチほどの昆布を用意し、表面をキッチンペーパーで拭いてから袋に入れます。大根を並べて平らにし、袋の空気を抜いて口を閉じます。調味液が漏れないように袋を二重にしたら、冷蔵庫で4日ほど寝かせます。1日 1,2 回くらい裏返して全体がムラなく浸かるようにしてください。4日経過しました。味が染み込んでいるのがわかりますね。塩漬けした後と比べると色味が濃くなっています。一般的なたくあんは意外にもたくさんのお砂糖が使われています。今回はみりんを使用しているので、市販のたくあんより甘さは控えめです。大根の葉もよく使っていそうです。昆布は細かく刻んでそのまま一緒に食べてもいいですし、別の料理に再利用しても構いません。昆布の佃煮の動画などは別の動画でご紹介しています。概要欄に動画を記載していますので、ご興味ありましたらそちらもぜひご覧ください。自家製たくあんの完成です。さっぱりとしたたくあんの良い香り。それではお味見をしてみたいと思います。いただきます。ポリポリ食感は本物のたくあんそのもの。浸かり具合もちょうど良いです。大根の葉も味が染みています。とても美味しいです。4日目から食べられますが、日を追うごとに味が染み込んで美味しくなっていきますので、
1週間くらい待っても良いと思います。保存は袋のままでも大丈夫ですが、別の保存容器に入れ替えるときは調味液も移し、大根が調味液に浸かった状態になっているようにしましょう。今回の作り方ですと1ヶ月くらい日持ちします。塩分 4% で作れば2ヶ月くらいは持ちます。塩分を控えめで作る場合は日持ちも短くなりますのでご注意ください。大根を塩漬けした時に出た水分の活用法も簡単にご紹介します。胃腸に優しいおじやを作ります。今回は大根と小松菜を使って作りますが、お好みの野菜をプラスしてください。大根には消化酵素の一種であるアミラーゼが豊富に含まれ、食べ物の消化を助けて胃腸の調子を整えてくれます。薬膳の観点では体の余分な熱を冷まし、肺を潤す働きがあるとされ、風邪による発熱や喉の痛み、痰や咳の緩和にも良いと言われています。塩漬けした時に出た水分を 100ml 入れます。水を倍量の 200ml。ご飯を入れてから火にかけ、大根が柔らかくなるまで煮込みます。ご飯は冷やご飯や冷凍ご飯など余り物で十分です。弱火でコトコト煮込みましょう。15分くらい煮込みました。塩漬けの際に出る大根の水分量は大根の状態によって変わるため、レシピ通り 100ml 加えても塩味が強く感じることもあれば、やや薄く感じることもあります。濃かったらお水やご飯を加えて調整してください。以前ご紹介した塩分不使用の和風だしの素をふりかけのようにして入れると風味も良くなり、ミネラルも補給できます。胃腸を整える大根おじやの完成です。食べると体の内側からポカポカと温まり、毎日働き続けている胃腸を優しくいたわることができます。これからの寒い季節、体調を整えるのにぴったりのおじや。大根から出た水分を無駄なく活用してぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。